こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今回の舞台は高尾山。都心から電車でおよそ1時間。東京都八王子市にある標高599メートルのこの山は、ミシュランガイドで三つ星の観光地に選ばれ、世界一の登山数を誇る人気スポットなんです。今回は、登山というより、ふもとのホテルでゆっくり一泊した旅の記録をお届けします。チェックインの前後に本格的な登山はせず、リフトで登れるところまでゆるっと行ってみたので、その様子はちょっと長くなっちゃうので、次回お届けしますね。ちょっとだけ日常を忘れて、静かな時間を過ごしてきましたので、旅気分を一緒に味わっていただけたら嬉しいです。では、今回のぼっち旅のスタート。はい、ということで早速ですが、本日宿泊するホテルがこちら。高尾根さんです。2021年7月にオープンした高尾山のふもとにある唯一のホテルといっても過言ではない希少なお宿です。コンクリート打ちっぱなしでおしゃれながらも自然を感じられる素敵なお宿だったので、ぜひ皆様に情報をシェアしたいと思って今回泊まってみました。チェックインを終えたので早速私のお部屋に向かいます。本日の私のお城はこちら。401号室です。では早速中に入っていきましょう。扉を開けてびっくり。もう一つ扉がありました。これはなんでなんだろう。理由を聞くのを忘れちゃいました。はい、お部屋に到着しました。ではルームツアーです。はい、お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。そして3個ベッドがあります。でも1人です。ユニークなお部屋です。これ下ろすとね、使えるんだと思う。テーブルとかも。はい、こんな感じですね。で、ベッドメイキングがこの端っこにしてくださっています。はい、くるっとね。はい、そして窓の景観はこんな感じで自然豊かです。もう普通のね、民家とかなんだけど、山も感じられるし、緑もいっぱいあるし、気持ちがいいです。そしてこちらには電気ケトルとかティッシュやご案内があります。なんだろうこれ。これはテーブルの足でした。ということでテーブルをセッティング。はい、セッティングしました。そしてここは何だろう。お布団とかしまったところかな。そうですね。その通りでした。ではお手洗いも見ていきましょう。はい、綺麗なお手洗いです。そしてこちらは、はい、洗面台です。綺麗ピカピカです。はい、バスタオルとかドライヤーもあります。すごい明るくて綺麗なバスルームです。ちょっとここ開けたら露天風呂気分になるんじゃない？いい風が入ります。そしてね、玄関の前にハンガーなどがあって、セーフティーボックスと冷蔵庫があります。はい、以上ルームツアーでした。はい、コンビニから戻ってきまして、お酒類などを冷蔵庫に入れました。なおコンビニは駅横にセブンイレブンさんがありますが、こちらは5時に閉店してしまうので、ホテルから徒歩5分ぐらいのところの別のコンビニに行きました。で、夕食の予約を1階のレストランでしているのですが、まだね、50分ぐらいあります。で、ちょっと歩いてきたし、1回ね、シャワーとかお風呂に入ろうかなって思ってます。はい、お風呂が沸きました。めっちゃ気持ちいい。このね、ホテルは展望風呂付きのお部屋がちょっと迷ったんだけど、このお風呂もいいかなって写真で見て綺麗だったから、展望風呂も良かったので、なんかこの自然の空気がやっぱり全然違うな。その後お時間になりましたので1階のレストランに向かいました。
1階高尾根キッチン。こちらではアラカルトで注文していきます。たくさんのお料理がある中、私が選んだのがこちら。ピクルスとサーモンマリネです。では、乾杯しましょう。お疲れ様です。生ビールとっても美味しいです。そしてこちらのレストランは平日の夜だからっていうのもあるかもしれないんだけど、結構ね、シーンとしている感じの雰囲気でした。BGM も結構小さめだしね、スタッフの雰囲気もすごい物静かっていうのかな。だからね、ちょっとね、緊張感なんかありました。ただお料理はね、すごく美味しかったです。そしてお料理内容はピザとか、あとは洋風な定食、サーロインステーキ丼とか、割とがっつり食事をするみたいな感じのものが中心だったかな。その中でおつまみ系がちょこちょこっとある感じでした。でね、私が注文したこの牛ハラミ串、これなかなかグッドチョイスだなと思いました。食べやすいしね、お酒に合います。牛ハラミ串。この料理にはやっぱりワインでしょ？乾杯。合います。じゃあ串をね、早速いただいていきましょう。まずはワイルドにがぶりつきました。お肉にしっかりとタレなのかな、味が染み込んでいてとっても美味しかったです。最後は串から外してゆっくりお酒と一緒に堪能しました。レストランでは締めは食べずにお部屋でちょっと楽しみな時間があるのでこのぐらいにしておこうと思います。すべて美味しかったです。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。やっぱ落ち着く部屋。ということで、じゃーん、高尾山のクラフトビールで栓抜きね、ホテルのフロントでお借りしました。ちょっと飲みたいと思います。こうか。でこの部屋ね、グラスというかカップがね1個しかなくって、しかもねアルミのやつ、ビールにはすごく最適なんだけど、これしかないの、全体的に。だから歯を磨く時もないのよ、これしか。一生ってなんとなく嫌だなと思って、このプラカップをね買ってきました。いつも持ってきてたんだけど最近忘れちゃって。はい、でプラカップがいっぱいあります。はい、ということでお疲れ生です。美味しい。フルーティーすぎるかなと思ったの。なんか柚子、パッションフルーツ、なんとか山本っていっぱいフルーツが書いてあるから、大丈夫と思って。フルーティーすぎてもね、でも夜な夜な夜にすごい似てる味です。美味しい。よかったこれ。美味しかったのでゆっくりビールを味わいました。ハイボールタイム。では今日もお疲れ。はい。今日さ、高尾山に人生で初めて来ました。登ったと言ってはいけないレベルだけど、ケーブルカーじゃなくてリフトで登って、こんなに手軽に来れるんだっていうのをびっくりしました。お猿さんも可愛かったですね。で、思った以上にリフトが長くって、思った以上にね、私高所恐怖症じゃないんだけど、多分高所恐怖症の人は怖いかもしれない。なぜなら長いし、突然ね、最初足がつくんじゃないかってところを通るんだけど、急に山というか、落ちたらもう終わりだなみたいなところが来たりとか、一番怖かったのは携帯とか何か大事なものを落としちゃうんじゃないかっていう不安があって、終始こういう感じでした。でもすごい楽しかったです。来てよかったなと思います。あとなんかふもとのお店とかがすごく面白いよね。お蕎麦屋さんもそうだし、ちょっとした食べ歩きのところもそうだし、おまんじゅう屋さんとかね、お団子屋さんとかね。お団子屋さんなんかいっぱいあるみたいだけど、今日は数軒だけ空いてたかな、平日だし。はい、皆様、このお時間がやってまいりました。
ここは何県何市でしょうか？東京都八王子市です。はい、これを食べるために炭水化物をね、取らなかったんです。どんな味かな？戦闘モード。一度下ろした紙をまた縛るというね。なんか登山っていうと山頂でカップラーメンっていうイメージが勝手にあって、登山もしていないし山頂にも行ってないんだけど、ちょっと気分緩くありまして、リフトで山を登ったのでカップラーメン今日食べたかったんです。なので夕飯はね、炭水化物を頼まなかったんです。じゃあ開けましょう。開けます。完成しました。八王子ラーメン。じゅーん。全国、いや世界のラーメン好きな皆さん、すいません、もし夜の飯テロをしていたら食べます。このままいっちゃいます。ちょっとスプーンがないんで失礼します。やば。これはカップ麺ですが、八王子ラーメンの特徴は醤油ベースのタレにラードが表面を覆って刻み玉ねぎが乗っているというところだそうです。さっぱりとした醤油ラーメンの中に奥深いコクがあって私好みの味でした。ちなみにコンビニで卵をトッピングしましたよ。こんなに美味しいんだったら本場の八王子ラーメン食べに行かなくっちゃね。お腹いっぱいになりました。お腹も満たされ、今宵も幸せな眠りにつきました。おはようございます。朝です。時刻は7時10分ぐらいでしょ。でも空気が美味しい。寝ぼけまなこで向かったのは2階です。2階にはホットコーヒーやお茶などフリーでいただけるマシーンが置いてあるんですよ。こちらには電子レンジもありました。そしてその横には広々としたラウンジがあります。こちらで本を読みながらゆっくりコーヒータイムもいいですね。さすが高尾山、登山に関する本も置いてありました。そして2階にはアルコール以外の自動販売機もあります。お値段が非常に良心的です。朝のコーヒータイムで乾杯。さてさて、今日のお目座は前日に高尾山のリフトを登ったところで販売していたチーズタルトをいただきます。このチーズタルト、リフトで登らないと購入することができないので希少でございます。お味は甘すぎず朝のお目座にぴったりなスイーツでした。チーズ大好きなのでまた食べたい。お目座の後は朝食タイム。朝食は1階のレストランでモーニングボックスをいただけます。レストランで食べてもいいですが、好きな場所で食べることができるので私はお部屋に持っていくことにしました。爽やかな空間で迎えた朝、とってもすがすがしい気持ちです。ドリンクは好きなものを自分で入れます。朝のドリンクバーはチェックアウトの10時まで何杯でも飲んでいいみたいですよ。ちなみに私は牛乳と割ってアイスカフェオレにしました。朝食をいただきました。朝食はね、こういう感じでボックスでいただけます。カゴに入れてくれました。ドリンクはね、自分でセルフでもらえるんだけど、10時まで自由に飲んでいいそうです。じゃあいただきましょうか。モーニングボックスいただきます。はい、モーニングボックスはこんな感じです。人参がたっぷり入った野菜サンドと卵サンド、サラダに、これはラタトゥイユかな？あとオレンジがついています。美味しそう。まずちょっとラタトゥイユっぽいものからいただきます。
ドレッシングはね、自分で選ぶ感じだったんだけど、青じそをちょっと持ってきたんだけど、ちょっとそのまま食べてみます。大谷翔平選手のように余計なね、塩分とか脂質は取らないみたいな。夜にカップ麺食べてる私が何言っちゃってんだって感じですけどね。すごくない？こんなにたっぷり人参が入っている。かぼちゃと人参と、あとなんだっけ、この紫のやつ、お野菜。いただきます。これ美味しい。何が美味しいかってクミンの香りがすごいするの。スパイス好きです。スパイスが好きすぎてカレーが好きなのかも。かぼちゃの味がさらに人参を引き立ててます。人参が苦手な人もこれだったら私口下手なんですけど、食べ物に関しては朝からペラペラ喋ってますね。そしてすごい大口で野菜を。動物か。でもさっき言った通りね、野菜が苦手な人もこのサンドイッチだったら絶対美味しく食べられると思います。そして大好きな卵サンドもね、食べていきますよ。ちょっと朝顔がパンパンになんか寝てる時に水分のなんかがこう顔になんとかで残るという原理があるみたいな風船ラーメン食べちゃったからね、昨日。塩分を取りすぎてもむくみやすいんですね。でも午後にはチェックアウトしてちょっとぐらいすると治ってきます、いつも。これさ、卵は2層になってる。なんかだし巻き卵みたいなのと、このクラッシュしてマヨネーズをつけて作るやつ。そして真っ黄色になっているぐらいマスタードがついてて、でもね、辛すぎずピリ辛で美味しい。卵好きにはたまらないサンドイッチですね。朝から私の好きなものばっかりが詰まったモーニングボックスに大満足でした。ごちそうさまです。はい、まもなくチェックアウトの時間が近づいています。こちらのチェックアウトは10時です。今9時43分なので、もうちょっとで急いでいかないといけないんですけれども、今回も特徴的なホテルだったので、簡潔に私の感想をまとめます。こちらのホテルは自然に身を置くことができて、心身浄化することができたんじゃないかなと思います。そして東京から在来線に乗ってわずか1時間半ぐらいなので、しかもさ、在来線だから安いじゃない。なのに一気にこう遠くに来たような大自然に包まれて、とてもいい旅だったなと思いました。お部屋がかなり広くってびっくりしたんですけど、こちらのホテルはね、別の広すぎないお部屋もあるので、その方の希望とか予算に合わせてチョイスできるんじゃないかなと思います。ちなみに今回の私の旅のお宿はこちらです。はい、広めのお部屋をあえてねチョイスしたのでこのお値段ですけれども、他のお部屋もあるので、よかったら皆さんも旅の候補にされてみてはいかがでしょうか。高尾山のふもとのホテルってあまりないのでね、貴重なホテルだと思います。じゃあどんな方に向いているかっていうと、そうですね、高尾山って山登りをする人の場所っていうイメージがすごくあったんですけど、リフトとかあとケーブルカーでパーって結構ね高い位置まで登ってくれるので、山登りをしない方にとっても楽しめる場所なんじゃないかなと思いました。だから山登りが好きな人、山登りが苦手な人も自然に触れたいっていう方、そういった方に向いていると思います。あと食べ歩きも楽しいしね。あとはここはとろろが有名なので、とろろを食べに来るっていう目的のグルメさんにも合っているんじゃないかなと思いました。自然を感じたい方、ぜひこの高尾山に足を運んでみてはいかがでしょうか。そして次回はこの動画の続きです。高尾山のふもとのグルメと楽々リフトで登れるところまで上がってぶらり散歩したゆるい動画になっています。そして帰りはホテルチェックアウト後に駅前の日帰りスパによって温泉三昧、そしてビールとハイボールで旅を締めくくったので、その様子をお届けします。ぜひ楽しみに待っていてください。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどちゃれ TV のあいでした。
まもなくチェックアウトの時間が近づいています。チェックアウトはこちらのホテルは夜じゃない、ちょっと待って。